あれ見ろよ。じじいになっても肉体労働とかマジ哀れじゃね？いかにも自分に自信がありそうな新入社員数名が、働く俺を見てひそひそ話し嘲笑っている。学歴がなくてまともな仕事に就けなかったんだろ？ああはならないようにちゃんとキャリアつけないとな。新入社員たちは罵るように言うと、俺をニヤニヤ見ながらその場を去っていった。あんな奴らがこの会社に入ったのか。俺はため息をつきながら仕事に精を出した。その後も新入社員たちは俺を見つけると罵り笑い続けた。仕方がない。ちょっと後悔させてやろうか。俺の名前は早坂翔吾、65歳。とある製品で業界トップシェアを誇る会社で清掃員として働いている。この会社は外部の清掃業者への委託はせず、社内清掃を担当する清掃管理部を設けている少し珍しい会社だ。俺はこの清掃管理部に所属し、毎日社内清掃に明け暮れている。俺は清掃の仕事が大好きだ。社内をきれいに保つことは社員たちに気持ちよく仕事をしてもらうために必須だと考えている。また、清掃でいろいろな部署に出入りするため、交流の輪が広がっていくのも面白い。俺はいつも笑顔でいることを心がけているおかげか、たくさんの社員が話しかけてくれる。挨拶、軽い雑談はもちろん、仕事やプライベートの悩みなどを相談されることも多い。そして、俺に相談するとなぜか解決すると噂になっているらしい。おかげで俺は社内の情報通であり、相談役として若い社員たちからも慕ってもらっている。他の清掃員も社内の噂話は大抵知っているし、情報も早い。この会社で生きていきたければ、清掃管理部の人間を敵に回すな、なんて言われているぐらいだ。おはようございます、早坂さん。どうですか、調子は。朝、出勤した俺に声をかけてきたのは、この清掃管理部の責任者の石原さんだ。石原さん、おはようございます。いつもお声かけいただき、ありがとうございます。俺が笑顔で答えると、石原さんはうなずき、今日も清掃お願いしますね。くれぐれも無理をなさらないようしてくださいね。と、顔を近づけて念押しするように言ってくる。石原さんはなぜか毎朝、俺に無理をするなと圧をかけるのだ。別に無理なんかしていないのだが。おはよう、早坂くん。また石原さんに圧かけられてたわね。笑いながら俺に話しかけてきたのは、清掃管理部最年長であり、俺の掃除の師匠でもある中原さんだ。おはようございます、中原さん。今の石原さんの声聞こえてたんですか？さすが地獄耳。まあね。私の前で内緒話はできないわよ。中原さんは胸を張って言う。そして俺に向き直ると話し続けた。まあ、今日は入社式だからね。早坂くんが何かしないか、石原さんも心配なのよ。何ですかそれ。俺、今までも何もしたことないですよ。それはそうだけど、おせっかい焼きの早坂くんだからね。中原さんは楽しそうに笑いながら言うと、清掃の準備に入った。まったく、石原さんといい中原さんといい、俺をトラブルメーカーか何かと思っているのだろうか。俺は不満に思いながら清掃の準備をする。今日は新入社員の入社式。新入社員たちに綺麗な会社と思ってもらいたい。そう思った俺はいつもより気合を入れて掃除に取り組んだ。入社式会場である大会議室付近の廊下を掃除していると、新入社員たちの姿がよく見えた。
緊張して青くなっている人、落ち着きなくそわそわしている人、他の新入社員と談笑している人、多種多様な新入社員たちの姿を見て微笑ましい気持ちになった。俺は若者たちに心の中でエールを送りながら掃除に取り組んだ。あれ見ろよ。じじいになっても肉体労働なんてマジ哀れじゃね？会場に入ろうとしていた数名の新入社員が明らかに俺を見て小声で言った。学歴がなくてまともな仕事に就けなかったんだろ？その点俺らは大丈夫。あとはキャリアだな。学歴があってもキャリアがなきゃああなるかもだし。新入社員たちは罵るように言った後、俺をニヤニヤと見ながら会場へと入っていった。やれやれ、こんな奴らも入社試験に合格していたのか。あの感じだと相当学歴に自信があるのだろう。面接官の目を疑うな。俺はため息をつきながらも仕事に精を出した。別の廊下を掃除していると、入社式を終えた新入社員たちが俺の横を通っていった。入社式お疲れ様でした。俺は笑顔で新入社員たちに声をかける。笑顔で返してくれる人もいれば、会釈するだけの人、無視をする人もいた。新入社員たちの列の最後に、俺を嘲笑った者たちがおり、俺を見つけると悪意に満ちたにやけ顔を向けてきた。入社式お疲れ様でした。俺は他の新入社員たちと同じように声をかける。若者たちは馬鹿にしたように鼻で笑うと、おっさん哀れだね。底辺だからこんな仕事しかできないんでしょ？給料泥棒って言われないようにせいぜいお掃除頑張ってね。と、口々に周囲には聞こえないような小声で俺を罵倒しながら去っていった。ああ、もう、こんな奴ら入社させたらダメだよ。俺が暗い気持ちになっていると、後ろから、失礼すぎるわ。あの新入社員たち。あんなの入れたら、この会社終わりよ。という声が聞こえる。中原さんだ。中原さんの耳には、あの小声の悪口もはっきり聞こえていたのだろう。とても怒っている。早坂くんも言い返したらよかったのに。言われっぱなしで悔しくないの？そりゃ悔しいですけど、言い返しても余計に笑われるかなと思って、石原さんにも無理するなって言われてますし。中原さんは納得していない様子でプリプリしていたが、俺は彼女が自分の代わりに怒ってくれたことが嬉しかった。まあ確かにあの新入社員たちは調子に乗りすぎだよなと思う。ちょっと懲らしめてやろうかな。俺はそう思うとにやりと笑い、再び掃除に取り組んだ。この会社では入社後、1週間かけて新人研修を行い、その時の様子と本人の希望を考慮して所属部署が決まる。そしてその部署発表は最終日に役員全員から激励された後に発表されるというのがお決まりの流れだ。俺は掃除をしながら新人研修の様子を伺っていた。俺に蔑みの言葉を言っていた新入社員たちは、教官役の社員がいるときは熱心な様子を見せていた。しかし、教官役の社員がいなくなると、自分たちより学歴が低い新入社員たちをバカにしていた。お前、あの三流大学出身なの？それでよくこの会社入れたな。俺、お前と同類って思われるの嫌だわ。あの女子大ね。可愛い子が多いけど、頭はいまいちで有名じゃん。君も見た目採用ってやつかな。俺だけじゃなく、他の人のことも見下していたのか。話を聞いていると、
奴らは国内有数の名門大学出身であることが分かった。こんな奴らが名門大学出身とは、大学の品位が疑われてしまうな。確かに学歴はその人の努力の結果なので評価すべき大事な要素の一つだと思う。しかし、それよりも周囲への配慮ができることや周囲と協力できるなどの人間性の方が大事だと俺は思っている。奴らにはこの人間性が欠落しているとしか思えない。俺は奴らの振る舞いにイライラしながらも様子を見ていた。そしてあっという間に1週間が経ち、今日は新人研修の最終日。いよいよ配属部署が発表されるからか、新入社員たちは皆浮き足立っているような様子だ。やっとだるいだけの無駄な研修も終わるな。さっさと部署で働かせろっつーの。だよな。接遇とかビジネスマナーとかマジいらねえよ。お前、海外戦略部希望だったよな。そうそう。お前は経営企画部だっけ？まあ、俺らの学歴とスペックなら余裕で希望通るっしょ。研修最終日の昼休み、俺が昼食から戻ると会社近くの自販機前で話しているあの新入社員たちを見つけた。外で人目もないせいかリラックスした様子で話している。いくら人目がないからといって会社の真ん前で研修の悪口を言うなんて。しかも希望部署に入れる気でいるのもなんだか腹立たしい。俺は奴らの態度に心底呆れつつも、見つかると面倒くさいと思い、さっさと会社の中へ入った。昼休みが終わり、スーツに身を包んだ俺は、馴染みの社員たちと立ち話をしていた。そこへ、あの新入社員たちが通りかかる。掃除のおっさんが何スーツなんて着ちゃってんの？おっさんみたいな底辺にはいつもの小汚い作業着がお似合いだよ。格好だけ整えてマジックさ。スーツ着ても底辺臭は消せてないし、底辺オツ。奴らは俺を小声で罵倒し、クスクス笑いながら研修会場へと向かっていった。角度的に他の社員たちが見えなかったのだろうな。見えていたらこんな汚い言葉を浴びせてくるわけないし。な、俺の言ったこと本当だっただろ。俺は社員たちに言った。社員たちは何も言わず、顔面蒼白で全身をガクガクと震わせながら奴らの背中を見ているだけだった。そしていよいよ研修最後の項目、役員からの激励の時間となる。新入社員たちはそわそわした様子で椅子に座り、役員たちの話に耳を傾けていた。通常であれば社長が挨拶した後、人事部長から所属部署の発表があるのだが、今回は少し違う。本来私の挨拶をもって新人研修は終了となる予定でしたが、今年はぜひ会長も挨拶したいということで、最後は会長に締めくくっていただきます。社長は少し呆れた様子で言う。会長だって？役職でも顔を見たことない人多いって噂だよね。めったに姿を現さない会長が見れるなんてラッキーかも。新入社員たちがざわつく。この会社の会長はずいぶん前に経営から退き、今ではその顔を知る者は少ないという噂は、新入社員たちの耳にも入っているのだろう。俺は新入社員のざわめきの中登壇した。皆さん、新人研修お疲れ様でした。私は弊社会長の早坂翔吾です。会場のざわめきが大きくなる。まあ、清掃員姿の俺を見て覚えている人も多いだろうから当たり前の反応だろう。問題の新入社員たちはこちらを見て唖然とした表情で固まっている。私は現在清掃員として働きながら皆さんの研修姿を見ていました。
熱意ある皆さんに入社していただけたことを心から嬉しく思います。弊社を選んでいただき、本当にありがとうございます。しかし、俺は視線を奴らに向ける。今年の新入社員の中には、人を見下し、罵倒するのが趣味のような人物が数名いるようなので、そこが非常に残念だと思っています。奴らの顔がみるみる青くなっていった。他の新入社員たちもちらちらと奴らの方を見ている。仕事はそれぞれ支え合って成り立っています。そこに優劣はないと思ってください。それでは今後の活躍を期待しております。俺は一礼してそのまま部屋を出た。後ろから先ほどの役員激励に参列していたスーツ姿の石原さんがついてくる。まったく、今までノータッチだったのに、今年はいきなり挨拶するって言い出して、振り回すのもいい加減にしてくださいよ。そんなに怒らないでくださいよ、石原さん。俺は呆れながら怒っている石原さんを茶化す。会長、いい加減、その石原さんって呼び方やめてください。気味が悪いです。へいへい、わかりましたよ。石原取締役。急に言い出したことは謝るけど、元はといえば人事の目が節穴なのがいけないと思うけど。石原さん。元井石原は清掃管理部の適任者であり、会社の取締役の一人であり、俺の秘書だ。非常に優秀な男で、いつも俺に振り回されて大変な思いをしている。今回も俺の思いつきに巻き込まれて苦労したようだ。それは確かに。今後、人事部社員の研修や入社試験時の体制を徹底的に見直します。学歴だけで偉そうに振る舞うような輩を入社させた今回の件は、今後、我が社にとって大きな問題になる可能性がある一大事だ。石原もそれ以上は俺を責めてこず、すぐに手帳にメモを取り始めた。まあ、あの新人たちの態度は社長も副社長も直接見てるから、すぐに動いてくれるだろうし、そんなに気負わなくてもいいよ。昼休みの後、俺と立ち話をしていた馴染みの社員とは、社長と副社長だった。彼らには奴らのことを伝えていたのに、軽く捉えていたのかなかなか動こうとしなかった。しかし、俺が罵倒されるところを直接見て、事の重大さを実感したようだ。歴代の新入社員にもいろいろいたが、入社式から周囲を見下しまくって偉そうにする奴らは初めてなので、彼らがこれからどう対応するのか楽しみだ。俺は笑顔で石原の肩に手を乗せる。俺の思惑に気がついているであろう石原は盛大なため息をついた。その日の夕方、清掃管理部に配属された新入社員が挨拶に来た。ここに配属されたのは、あの問題児の新入社員たちだ。俺が上層部に手を回し、問題児たちをここに配属させた。問題児たちは全員不満なのか恐怖なのかわからないような顔をしていた。ようこそ清掃管理部へ。ここの仕事は名前の通り、社内の清掃をしたり、大掛かりな掃除の管理をする部署です。石原が笑顔で新人たちを出迎える。教育係は中原さんと早坂さんだ。弊社の会長と元総務部長から指導してもらえるんだからありがたいと思ってね。新人たちは言葉は発せず、代わりに目を見開いて固まった。実はこの部署に所属している社員の半分は役職経験者だ。中原さんは会社創設時から会社を支えてくれた一人で、本来であれば取締役になるはずだった。しかし、もう偉くなりたくない。私は掃除がしたいのよ。と言い、
さっさと嘱託社員になり清掃員になったのだ。あんたたち、喜びなさいよ。今の役員たちも全員この部署経験してるんだから。ある意味、出世コースに乗ったってことなのよ。中原さんはドヤ顔で語る。確かに役員には清掃管理部を経験させるのが俺の方針だ。しかし、だからといって出世コースというわけではないのだが、ここの仕事が嫌なら辞めてくれても構わない。ただ、心配りや多角的な視点など、この部署で学べることは非常に多い。今まで見えなかったものが見えるようになるんだ。君たちが将来生き残っていくために必要な知識やスキルがこの部署の仕事に詰まっていると言っても過言ではないんだよ。俺はフォローするつもりで言った。問題児たちは仕方なさそうな雰囲気を出しながらも、よろしくお願いします。と頭を下げたのだった。翌日から研修と称して問題児たちに社内掃除のイロハを叩き込んだ。はじめは不満げだった彼らも少しずつ仕事を覚え、人間的にも成長していった。たかが掃除って思ってましたけど、掃除するって気持ちまで大きく変えてくれるんですね。会長がおっしゃっていたように、いろいろなものが見えるようになりました。学歴だけで偉そうにしていた頃の自分が、いかに小さくて惨めか、今ならよくわかります。問題児の一人が恥ずかしそうに言った。他の問題児たちも、俺が言った言葉の本質に気がつき始めている。彼らがこの部署を卒業するのもそう遠くないだろう。俺も清掃員として社内清掃に精を出している。まあ、立場を明かしてしまったせいで、俺に気軽に話しかけてくれる社員の数がぐっと減ってしまったが、それでも毎日楽しく過ごしている。そして、これからも清掃を通して社員の気持ちを晴らしていこうと気合を入れ直すのだった。